今回のクラフトマンチャンネルは前回の靴クリームに引き続き株式会社谷口化学工業所にて靴ワックスの製造工程をお届けいたします。ではまずはどのような工程になりますか？まずはここのエリアがいろんな種類のロウだったり各種原料を取り揃えているエリアになっていて、今回のワックスを作るための原料をここで調合していくような流れとなっております。でまずロウの配合から進めてまいります。はい、例えば今回使うロウとしてはカルナバワックスっていうロウで、前回も先生が使っている自然由来の植物系のワックスになっています。これが非常にツヤを出してくれる効果が高いワックスになっております。他には、弊社とひまし硬化油っていうひまし硬化油、略してひま香って呼んでるんですけど、はい、これはツヤを出すワックスというよりもすごく融解温度が高いワックスになっていて、はい、なんでしょう、熱い結構熱がこもっている空間でも製品が溶けづらくなるような、製品の形を維持してくれる、液体状に戻らなくさせるような、そのための配合のロウになっています。なるほど、はい。次はですね、はい、こちらのこのロウはですね、はい、弊社が独自に作っているロウになっていて、はい、これはもう昔から40年間と同じ配合で作り続けているロウになります。ロウも作るんですか？もちろん配合で。そうそう、ここにある原料を一定の配合で決めて、はい、でも自分たちで作り置きしておいている秘伝のタレみたいな。なるほど。実現です。そんなこと言ったらちょっとおこがましいかもしれないですけど。でこの後これを熱で火で溶かしていって融解っていう工程に移ろうと思います。これで全部溶けるまで一旦待機っていう形で、その間にこれと混ぜるような有機溶剤だったり香り付けの香料だったり染料っていうのを用意する、そういう時間になってます。ただまだロウを溶かしている間なので、染料の、配合もここでもう作っていければと思います。弊社の黒の染料がちょっと特徴的なので、はい、またちょっとご説明させてもらえればなと思っておりまして、はい、黒の深さっていうところで言うと、はい、純粋な真っ黒っていうのはなかなか存在しなくて。そうなんですか？そうなんです。なので靴クリームなんかも、はい、黒い靴クリームちょっと優位にとってもらって、白い紙に塗っていくと、その靴クリームがどういう系の染料を使ってるかっていうのがちょっと分かると思います。ちょっと青っぽくなっていったり、ちょっと赤っぽくなっていったり。そうなんですか？知らなかったです。そういう弊社はやっぱ黒にはこだわりたいなと思っておりますので、はい、こういう特別な染料を作っていて、はい、でこの特別な染料がより黒に深みを出してくれて、完全な黒っていうところは目的にはしているんですけども、かなり濃い黒になって作ることができております。じゃあ先ほどのロウがやっと溶けきって全部うまく混ざりましたので、こちらを加寒器に移していきたいと思います。
材をここにまずここです。染料だったり、あとは香り付けのための香料だったりっていうのをこのタイミングでまず入れます。で先に黒の染料から、これが先ほどご説明した独自に使っている。おお、こいつね、一気にすごい。一瞬で真っ黒になりましたね。一瞬で、そうなんです。で次はこの黒の深みを出すための染料も一緒に入れます。谷口さん、はい。今回作るのって黒色のワックスじゃないですか。そうですね。なんでこの、オレンジ色を入れるんですか。さらに、はいその黒に対してのこの反対色を混ぜることで、より深みを増すことができるので、弊社の黄色を混ぜていきます。でも染料自体すべて混ぜ終わったので、最後に香り付けのための香料を、香料ですね。このタイミングでなんかぶわっといい香りが広がりますね。ありがとうございます。なんか美しい黒ですね。ありがとうございます。まだまだやっぱり黒っていうのは追求したくて、そうなんですか。定期的に研究をして配合を考えたりしています。答えのない道だけど、それでも進み続ける。形のないものだけど、それでも歌い続けるのさ。僕らは最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひとも高評価、チャンネル登録お願いいたします。それでは次回の動画もご期待ください。